すでに作ってある天空トラップタワーやクリーパートラップを完全自動で経験値、そして欲しい素材が無限に手に入るトライデントキラーへ改良する方法をご紹介。この動画を見ればサバイバルを圧倒的に楽に進めることができます。いつ読み返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。皆さんね、このように手動で倒されてる方多いと思います。過去にね、私ここのハーフブロックの位置をこのように焚き火にしてもいいですよとお伝えしてました。焚き火だとこのように敵モブ倒れて経験値は出ませんが、火薬とか腐肉とか骨矢とか落ちるんですよ。ただたまにこのようにウィッチが降ってきて一瞬ダメージ入るんですが、はい見てください、ダメージ止まりました。覗いてみるとウィッチが耐火のポーション飲んじゃってるんですよ。なのでここにウィッチがずっと一生居続けちゃうんですよ。これ何がやばいかというと、大体トラップタワーで湧くモブね、ゾンビとかクリーパー、そのモブたちは大体ね、このワールドに同時に15体ぐらい生存できるんですよ。でトラップタワーはその15体とかが上限なんだけど、すぐにここで倒してあげることによってまた新しく上の方で湧いて降ってきて倒してを繰り返すことができるっていう無限トラップなんですね。ただここにウィッチがずっといちゃうと15-1 なので効率落ちちゃうんですよね。なのでトライデントキラーであれば経験値も資材もゲットできるし、ウィッチ対策もできるということでございます。それではまずね、このように焚き火で置いてある方もハーフブロックで置いてある方も、ゲームの設定から難易度ピースフルにできる方はしちゃってください。ただできない方っていうのはアルマジロ経験値トラップとかを作ってゾンビを置いとく装置作った方、こちらピースフルにしないでください。ピースフルにすると敵モブがね、もう上で一切湧かなくなるんで安心して作業を進められます。ただピースフルにできない方、イージーでやりましょう。今回急遽イージーでやってみます。イージーでプレイ中の方、このように敵モブ落ちてきますが、この処理層からだいたいこの123マス目から縦にね7マスほどこのように縦積みしてあげてください。トラップタワーに接続してあげて、目の前のこの部分、そしてこの部分破壊しちゃってください。上をね、ここ一気に天井張っちゃいます。はい、こうする何をしてるのかっていうと、トラップタワー湧いてもここでねせき止めてあげるということをすることによって、疑似的なピースフル安心して作業を進めることができます。なんでちょっとここ一応開けておいて、プレイヤーは一回下行きましょう。そして下ついたら下倒しちゃえば安心してね作業できますね。これでピースフルの方もイージーの方も同条件になりました。ではこっからようやく改良して気を早く紹介してくれる、そういうことでねお待たせしました。まずこのホッパー前らへん、この辺ね破壊しちゃって、一度この辺ドカーンと破壊しちゃいましょう。ホッパーの上のこのハーフブロックよく置かれてると思いますんで、ホッパーの上2マスほど破壊しちゃいまして、このホッパーの上にしゃがみながら泥を設置してください。ちょっと待って、泥ってどうやって作るんですか？泥は土を設置して、土に対して水入り瓶を使うと泥になります。結構すぐ入手できますからね。これなんで泥にしてるかっていうと、泥はねもう見た目じゃほぼわかんないんですけど、通常のブロックよりもほんと 0.1 ミリ低いんですよ。泥の上にアイテムが落ちた場合このように座れるんですよ。ただ土だとこのように座れません。必ず泥4つ設置、そしてこの泥の周りに仮ブロックぐるっと一周ドーナツ状に一周しちゃってください。ちょっとこう3マス目を破壊しちゃっていいですね。ドカーンと。でキュキュチャンネルではね後で壊すブロックダイヤブロック置いてます。よいしょ。このように置けたらこっからもうすぐトライデントキラー作れます。まずピストンをこの位置に設置します。正面がこちらで、ここの位置が絶対です。ここ位置置いたら風車状に置いていく。なんですか、ちょっと一回置いちゃいます。キュキュドンドンドン。早すぎるね。解説チャンネルこれ失格なんじゃないってことですがご安心ください。最初に置いたピストンからこの位置この位置この位置、もう口で説明できないパートでございます。で注意点としてはピストンのね木材面が必ず中央向いてるようにしてください。ミスって置いちゃうとこのようにね上向いちゃったりしますんで、泥側から風車状に置くことで動画と同じような形で置けます。でここまでできたらちょっと仮ブロック増設して、このピストンの木材面がこれ正面として左側にレッドストーントーチを置いてください。はい、もう一回これ全部にやっていきます。木材面正面の左側、ピストンの位置必ず一緒にしてください。はい、4つにね置かれていることを確認したら、今度こっからちょっと技ありテクニック必要です。オブザーバーを持ちましてプレイヤーの位置もちょっと真似てください。いきます。オブザーバーをこのトーチの側面に置く。そうすると矢印が手前のピストンを向いてくれてます。これミスっちゃってね角度違ったりすると、ほら矢印がさ手前のピストンを向いてくんないんですよ。三角の矢印がね。これ必ずこのトーチの真横から置いてあげることによって矢印向きます。でもう4段目も破壊しちゃって、どん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 といきますよ。このピストンの
はい、この位置に立って、トーチの側面にドン。そうすると、矢印が手前のピストンを向いてくれる。はい。で、プレイヤーの位置を、トーチのところに持っていって、トーチの側面にオブザーバーつけると三角が手前のピストンを向く。これを4つにやっていく。トーチの側面、チョン。矢印がピストンを向いてます。正面から見ると、オブザーバーの矢印が動画と同じになってるかご確認ください。まあね、よくあるミスとしては、オブザーバーってね、横から置くと、矢印面が、上に向くんですが、真上から置くとね、よいしょ。赤ポッチが上向いちゃったりするんですよ。これ失敗です。そしたら、はい、こちら正面側のピストンの裏にレバーを設置します。で、一回オンしていただいて、そうするとガチャガチャガチャっとね、動いた状態でピストンが飛び出てます。で、もう一回オンすると、動き出すんですね。これが上級者さんがよくやるトライデントキラー。またのピストントラップなんて言われてますけども、このガチャガチャ動いたら正解。で、今ね、ちょっと機械音うるさいんで、レバー止めると、また1個カッてね、止まってくれます。ここまでできたら、はい、このね、ドーナツ状に置いたの覚えていますでしょうか？こちらのね、ドーナツ状の仮ブロックが返します。で、裏面、ちょっとね、取ることできないんで、このようにちょっと、また仮ブロック増設しては壊してあげる。これがおすすめですね。よいしょよいしょ。今こんな感じ。そしたら、またね、ちょっとこのトライデントキラー上行きまして、一回、ピストンの上、オブザーバーの上、この2つの上にブロック置いちゃいます。手前にはガラスを設置します。これちゃんとトライデントキラーが動いてて、モブが倒れてるかっていうのをちゃんと確認したいんで、必ずガラスにしてください。で、そしたらね、壊した、ここのマスも埋めてあげて、よいしょよいしょ。で、この動画、絶対最後までご覧ください。トライデントキラーや天空トラップタワーの注意点、作った後動かないっていう点、こちら解説しますんで、絶対最後までご覧ください。そして、ここまでできたら、人によってね、処理層の作り方、違うよっていう方もいらっしゃると思うんですが、できたらここにね、ガラス設置してください。トライデントを吸わないようにね、するためにガラスを設置したい。ちなみに、ガラスは、経験値すり抜けるんですよ。ちなみに、マイクラ最高効率の7層トラップタワー作った動画では、こちら説明欄にございます。これね、チェストの横にホッパーつけてる型だったんで、このような見た目になってます。トライデントキラーのね、上下はガラスにしてみてください。チェストは上がガラスだったら開くことできるんで、なんで、筒型で作ってる方はこのような形にしてください。重要なのは、これはね、やっぱり形によって違うところなんですが、トライデントキラーの下はガラスになっていて、プレイヤーが経験値を吸えるようにする。これが1個目標ですね。その上で、トライデントキラーの1マス上はガラスで、ちゃんと作動してるか確認できるようにする。これがね、正しいです。で、この状態だと下ね、あえて埋める必要ないんですが、ちょっとせっかくなんで、見た目的にちょっと一周ぐるりとしてあげる方がなんかより機械感出ていいかもしれないね。よいしょよいしょ。で、ここからまだトライデント投げてないんですが、私がなぜ最後まで投げなかったか、ちょっとここ、複雑なのでゆっくり聞いてください。まずここまでできたらね、トライデント投げるために、1、2、3、4、5マス縦積みしてください。このやり方は、万が一トライデントキラーが停止したっていうメンテナンスの時にも使えるテクニックです。もう一度最初からやると、5マス縦積みして、手前の2マス破壊して、トライデントをピストンの、正面、どこでもいいです。真ん中辺に投げて、打たしてあげるわけですよね。で、5マスの縦積み破壊して、レバー、このように動かせば、はい、見えますかね。ピストンがガチャガチャ4方向からこのトライデントをうごうごさせてます。地味にこのトライデントが動くことによって敵をなど倒せるし、資材がドロップするし、経験値も得られるんですね。そしてメンテナンスの話後で最後しますが、こちらにまずトライデントっていうのは耐久値、これ気になりますよね。なんとトライデントは投げた1回分だけ耐久値が減ります。そして刺さったトライデントは使用上、ネザーに行ってもエンドに行っても遠くに離れてもプレイヤーログアウトしても消えない仕様になってます。そしてこのようにトライデントキラーとしてバンバン敵を倒すのに耐久値減りません。これご安心ください。たださっき言ったメンテナンスの話、この刺さったトライデントは統合版のこれね、バグっていうかね、もうしょうがないところで、ワールドの読み込み時、じわじわ読み込まれてくるでしょ。この時に、刺さったトライデントの位置が変わっちゃうっていう、ややこしいバグというか、読み込みのお辛いところというか、これあるんですよ。このね、上に刺さってるトライデント別にプレイヤー吸ってないにもかかわらず、トライデントがなくなっちゃったっていうことがある。その時どうすればいいか。まずやってほしいことは、トライデントのね、さっき言いました。刺さった位置が変わっちゃってるんで、ちょっと、急にこういうブロックにめり込んじゃってたりします。人によってはね、この辺に急にトライデントが刺さっちゃってたんだけどってことあります。そしたら刺し直しが必要です。あとは、
地面にめり込むことが多いんで、ほんとここのいうチェストの上の土台にめり込んでいるとか、はたまたもうひどい時とかだと、こう天空トラプターの真下にめり込んじゃってる時あるんで、そういう時はね、下に行って、トライデントがなんか刺さってないかご確認ください。それでもなかった場合、新しいトライデント刺し直す必要があるんですけども、動画の説明欄には、統合版のトライデント無限機、こちらね、貼ってありますんで、ぜひ作ってみてください。トライデントがもう一生無限になりますんで、もしトライデントゲットできたらね、トライデントがなくなっちゃいましたっつったらまた5マス縦積みして、ここ壊して、打ってあげて、戻してあげる。これをね、する必要があります。では、ピストルで作ってた方は必ず難易度をね、イージー以上にしてください。で、イージー以上に作ってた方は、これ上、ちょっとここ壊しちゃったんで直します。まず、このように縦積みして、7マス縦積みしてあげて、ここね、壊しましたね。まず、ここ一応重要です。2×2 の筒破壊してますんで、奥の2マスから破壊してください。いきます。よいしょ。よいしょ。はい、そうするとバーン出てきます。あ、怖い。で、より安全に行くために、1マス埋めて、埋めた側破壊します。はい。どちゃどちゃ言ってますね。で、最後の1マスも破壊して、うわー、ここ、蓋してあげてください。こうしないとね、ゾンビとかクリーパーこっち来たら大変ですし。だから万が一チビゾンビがなんかこっちに乗っちゃったとか怖いんで、結構ね、保守的に安全を第一に直しました。で、こちら戻しまして。今皆さんこれ大変なことになってます。この状態でレバーオンすると、ジャゲンジャゲンジャゲンと、はい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 、来た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 、秒殺。これすごくない？こうすることによって降ってきたモブはすぐに倒されて、このように経験値もね吸うことができて、資材も無限に溜まるという神装置が完成しました。で、こっからさらに重要です。使い終わってね、よしじゃあ地上に戻ろうなんつって下がるときに、こちらレバー下げてトライデントキラー停止してあげてください。そうしないとまたね、ワールドの読み込み時にピストンの動きがなんかね、1個ずつガチャ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 ってなってくはずなのに、なんか2個ボン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 ってなっちゃったりするときあんのよ。2個動いちゃったりするときあんの。なので必ず停止してください。でね、停止した時に敵モブと余っちゃってますけどっていう方、ご心配の方いらっしゃると思いますが、プレイヤーがねこのように敵モブから44マス離れれば敵モブ勝手に消えますんで、まあね、地上に着いた頃にはもう上では消えてるのでご安心ください。ぜひ作ってみてください。作れた方ぜひグッドボタンとコメントお待ちします。先ほど言ったトライデント無限機、こちらからぜひご覧ください。他にも統合版の装置見てみたいからぜひね、こちらの再生リストをチェックしてみてください。カタログ的に選べます。究極チャンネル100万人登録目指して日々頑張ってます。ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。